こんにちは。令和の時代からやってきました。まるで自分が未来人になってしまったような、そんな気分になる中華食堂。令和の仕事に疲れた日は昭和の中華食堂にタイムスリップしませんか。まずは駆けつけ瓶ビール。職務放棄して昼から飲むビールはうまい。昭和は何事にも寛容な時代でした。餃子、これは昔から変わりません。令和の時代では酢と胡椒で餃子を食べるそうですが、やはり餃子はこれに限ります。酢と醤油とラー油、どれがかけても飽き足らない。そしてビール。餃子の食べ方に正解があるとしたら、昭和の時代ではこれが正解なのかもしれません。うまい。昭和の中華食堂で食べる餃子はうまい。ニラレバ炒め、もしくはレバニラ炒め。昭和の中華食堂ではニラレバ炒めのようですね。上司を呼ぶときに肩書きで呼ぶか名前で呼ぶか、割とどうでもよいこだわり。ニラレバ炒めかレバニラ炒めにはそれと同じようなこだわりがあるのではないでしょうか。会社の肩書きがすべて。終身雇用。昭和の価値観を思い出します。まだブラック企業という言葉がなかった時代。パワハラ、セクハラ、モラハラは当たり前。教師の体罰も当たり前。令和のモラルとはかけ離れたモラルの時代がありました。インターネットも SNS もなかった時代。上司の愚痴や悪口は酒場で吐き出すのが常でした。その代わりネットの誹謗中傷などはなく、見ず知らずの人に悪口を言われるようなことはありません。昭和の中華食堂で一杯飲んでいるとそんなことを思い出します。時代によってモラルは変わる。あの頃は良かったと過去を振り返りたければ、昭和の中華食堂に来ればいい。ハイボールではなく日本酒。昭和の時代にハイボールなどというハイカラなものはありません。酒は白鶴、焼酎は白波。こだわりがありそうでない。選択肢にあふれた令和の時代。選択することに疲れたならば、昭和の中華食堂に来ればいい。さて、そろそろ麺でも食べようか。中華食堂で一杯飲んで麺で締める。この作法は今も昔も変わりません。あんかけ五目焼きそば。熱いのいただきます。中華あんかけはいつまでも熱いのが良いですよね。上司のせいでモチベーションが上がらない。そんな人はあんかけ焼きそばを食べればいい。いつまでも熱い思いで仕事をする。モチベーションとは人に左右されるものではなく、自分との戦いである。そのことに気づかされるでしょう。あんかけ焼きそばにお酢をかける。この食べ方は昭和の時代からなのでしょうか。酢大豆、紅茶きのこ。令和に受け継がれなかったダイエット食。麺に酢をかける文化が昭和にあったならば、
まさにそれは伝統食文化とも言えるのではないでしょうか。まだ暑い。それはまるで企業に一生を捧げる昭和のサラリーマンのようです。怒らない上司が増えた令和の職場。転職がスタンダードな令和の時代。怒ると辞めるゆとりと Z 世代。辞めると困る上司たち。怒られたいと語る Z 世代。昭和の働き方をしたければゆとりも Z も昭和の中華食堂に来るといい。こうしてまた令和に戻った私たちは昭和と変わらぬ満員電車に揺られながら馬車馬のように働くのである。